皆さんこんにちは、ゆるいざ IT チャンネルです。それでは今回は DNS と DNS を標的にしたサイバー攻撃について解説していきたいと思います。皆さん大好き DNS の回になりますね。動画の内容としてはまずは DNS の概要ですね。その次に DNS の基本的な動作、DNS を対象にした攻撃方法と仮想環境を使った検証、最後に対策についてといった流れの動画になっています。興味がある部分だけでもいいので、よければ見ていってください。ということで、まずは DNS の概要になりますね。皆さんも google.com とか yahoo.com とか youtube.com とか、いわゆる URL とかドメインっていうものを少なからず聞いたことがあると思うんですけど、簡単に言うと DNS っていうのはこの文字列を IP アドレスに変換してくれる機能になりますよと。DNS イコール名前解決とかっても言われたりしますね。各サイトごとにユニークな IP アドレスが割り当てられているんで、DNS がその IP アドレスと URL を紐付けてくれていますよと。聞くと面倒そうな感じなんですけど、こんなことをしている理由っていうのがいくつかあって、一つ目の理由としては、サイトごとに割り当てられている IP アドレスを覚えきれないっていうことです。例えば google.com の IP アドレスって 142.250.193.206 になるんで、https の 142.250.193.206 って打ち込んでもこんな感じでページが表示されるんですよね。これってどのサイトでも同じで IP アドレスを直打ちすればページは表示されますよと。覚える IP アドレスが2つとか3つ程度だったらいいんですけど、ウェブサイトとかウェブのサービスって無数にあるんで、さすがにそれを全部覚えるっていうのはちょっと難しいですよね。普段サイトを表示させたり検索する場合って基本的には Google とか Yahoo なんかの検索エンジンを使うんで、個人の利用者が直接サイトを指定するってことはあんまりないと思うんですけど、 URL とか IP アドレスを管理している側からすると IP アドレスしかないと結構大変なことになっちゃいますよと。あとは単純に IP アドレスより google.com、yahoo.co.jp、youtube.com とかって方が広く浸透しやすいと思うんで、そういった理由もあったりしますね。2つ目の理由としては、サイトごとに割り当てられている IP アドレスが変わる可能性がありますよと。何もなければ基本的には変わらないんですけど、例えば古くなったシステムを新しくするとか、利用していた回線を変更したとか、主に運用上の理由から IP アドレスが変更になる可能性があるんですよね。そういった場合 URL と IP アドレスの紐付けをしておけば、古い IP アドレスから新しい IP アドレスに変更するだけで登録情報の変更が完了するんで、利用者から見ると URL は何も変わっていないんで、今まで通りサイトにアクセスできますよと。これがですね、 URL がなくて IP アドレスだけしかないと、サイトの IP アドレスが変わりましたよっていう周知をするだけでかなりの時間と労力が必要になるんで、結構大変ですよねと。アクセスがあったらリダイレクトさせるとか、何かしらの手を打てばいいかもしれないんですけど、かなり面倒ではありますよね。こういった理由から DNS があった方が時間手間コストの観点から便利なんで、 URL とか IP アドレスとかそれを紐付ける DNS があった方が便利ですよっていうところからですね。次はですね、DNS の基本の動作について見てみましょう。今回はですね、google.com を DNS で名前解決するっていう流れを見てみましょう。まずはブラウザを開いて google.com を打ち込みますよと。普通は検索エンジンを使うんで URL を直打ちするってことはないと思うんですけど、今回は流れを見るっていう上で、直打ちするっていう体にしていますね。URL を打ち込むとですね、まずはブラウザーのキャッシュ情報を確認しますよと。ブラウザーにも DNS の情報って保存されていて、コマンドを入力して google.com を検索すると IP アドレスが表示されるんで、キャッシュされているってことがわかると思いますね。情報が保存されていることをキャッシュされているって言ったりするんですけど、google.com であれば 142.250.193.206 ですよと。ここに情報があれば DNS サーバーを使わずに直接サイトに行くって流れになりますね。次がですね、ブラウザにキャッシュ情報がなかった場合ですね。その場合はパソコンに保存されているローカルキャッシュを確認します。パソコンというかOS 上に保存されているキャッシュ情報ですね。コマンド打つとこんな感じでずらずらとたくさん出てくるんですけど、ここに IP アドレスの情報があれば DNS サーバーへの問い合わせを行わずに直接サイトへ行くって流れになりますね。パソコン上にもキャッシュされていなかったと仮定して、そうすると次はですね、契約しているプロバイダーの DNS サーバーに問い合わせに行きますよと。ここからDNS サーバーを使うことになるんですけど、私の家の環境だと無線 LAN ルーターが外の環境と中継している機械になるんで、そこに DNS サーバーの情報が載っていますよと。プロバイダーの DNS サーバーってキャッシュ DNS とかって呼ばれたりするんですけど、この DNS サーバーに IP アドレス情報が載っていれば、その情報を教えてもらって名前解決が完了するっていう感じになってますね。ここのアドレスは契約しているプロバイダーごとで変わるんで、皆さん使っているプロバイダーとか、あとは任意で設定している情報ですかね。そのあたりの IP アドレスが表示されていると思いますね。キャッシュ DNS にも情報がなければ、次の DNS サーバーに問い合わせを行うっていう流れになってますね。この後の流れとしては上位の DNS サーバーに問い合わせに行く形になるんですけど、まずはルート DNS サーバーですね。これって最上位の DNS サーバーで王様的な位置づけの DNS になるんですけど、トップレベルドメインのサーバー群を管理していますよと。トップレベルドメインっていうのは google.com なら .com、yahoo.co.jp なら .jp の部分のことになりますね。次がトップレベルドメインサーバーで、今言ったように .com、.jp、.org なんかのトップレベルドメインを管理している DNS サーバーになりますよと。要するにルート DNS サーバーはトップレベルドメインサーバーを管理しているっ
ってことになりますね。次はセカンドレベルドメインとかサードレベルドメインサーバーって呼ばれたりするものになるんですけど、主に企業とか組織なんかのドメインを管理している DNS サーバーになりますよと。Google.com なら Google、Yahoo!COJP なら Yahoo! とか CO のことになりますね。このあたりのドメインを管理しているのがセカンドレベルドメインとかサードレベルドメインサーバーって呼ばれているものになりますよと。こんな感じでいろんな役割のものがあってちょっとややこしい感じなんですけど、見てもらったように一つの DNS サーバーで URL を管理しているんじゃなくて、いくつかの DNS サーバーで管理している部分を分けていますよと。最終的にここまでの問い合わせで名前解決が完了するんですけど、ここで情報が分かれば Google.com は 142.250.193.206 っていう情報がパソコンに返されて、その IP アドレスの情報を元に対象のサイトにアクセスできるっていう流れになりますね。名前解決した情報は一定時間キャッシュとして残るんで、続けてアクセスする場合は時間を短縮してサイトをアクセスできるっていう仕組みになっていますよと。ここまでの説明で DNS の概要と名前解決するまでの流れを把握してもらえたんじゃないかと思うんですけど、次は DNS をターゲットとした攻撃方法を見ていきましょう。攻撃するって言ってもその方法は至って単純で、先ほど説明した通り DNS って URL と IP アドレスの紐付けになるんで、その情報を書き換えてしまえばいいってことになるんですよね。Google.com が 142.250.193.206 だったと思うんですけど、このアドレスを例えば 49.49.49.49 に書き換えてしまうとか、そうすると利用者は Google.com にアクセスしたはずなのに、本物のサイトとは違う偽のサイトに誘導されてしまいますよっていう流れですね。誘導された偽のサイトで個人情報を盗まれたり、ウイルス感染してしまったりとか、そういった被害に遭ってしまいますよと。どういった形で攻撃されるのかっていうと、パソコンとかスマホとか個人のデバイスであれば、ウイルス感染してキャッシュされている情報が書き換えられてしまったとか、メールで送られてきたリンクをクリックしたらスクリプトが実行して書き換えられてしまったとか、そもそも DNS サーバー自体のアドレスが変更されてしまっていたとかっていう可能性もありますね。キャッシュ DNS であれば、何かしらのサーバーの脆弱性をついてクラッキングされてしまって、キャッシュしている情報が書き換えられてしまったとか、上位の DNS サーバーから返答があった情報が偽の情報だったとか、何らかの方法を使ってキャッシュ DNS と上位の DNS サーバーの間に悪意のある第三者が入って偽の情報を流すっていう、そんなような感じになりますね。どちらかっていうと個人の PC とかデバイスを狙うよりかは、キャッシュ DNS 以上の外部公開されている DNS サーバーが標的になる確率が高いみたいですね。それじゃあ次はローカルの仮想環境で今説明した DNS 情報の書き換えを試してみましょう。今の仮想環境を図で見てみるとこんな感じになってますね。左側にいるのが Windows PC で、この PC が DNS で問い合わせをする端末になりますよと。サーバー A が正規のサーバーで、サーバー B が攻撃者が用意した悪意のあるサーバーという位置づけになりますね。中央にいるこのサーバーが DNS サーバーになります。ここに DNS の情報として test.google.com が 10.0.0.105 っていう DNS の設定がしてあるんで、Windows PC から test.google.com にアクセスするとサーバーへのウェブサイトが表示されるっていうのが通常の流れになりますね。この状態で DNS サーバーが攻撃されたと仮定して test.google.com が 10.0.0.101 に書き換えられてしまいましたと。そうすると IP アドレスの紐付けがサーバー A からサーバー B に変わるんで、 Windows PC からサイトにアクセスするとサーバー B の偽サイトが表示されてしまうっていう流れになりますね。ということで今の流れを実際にやってみましょう。まずは Windows PC から test.google.com にアクセスしてみましょう。今の時点では攻撃される前の状態なんで正しいページが表示されますよと。サーバー A の 10.0.0.105 にアクセスしてるっていう状態になりますね。名前解決で確認してもそのようになっているっていうことが分かりますよと。それではここで DNS サーバーが攻撃されたと想定して DNS の設定を変更します。このアドレスの部分になりますね。これを 10.0.0.101 に変更しますよと。DNS の設定変更が完了したので、再度 Windows PC から test.google.com にアクセスしてみましょう。そうすると今度はさっきとは違う偽のウェブサイトが表示されましたね。名前解決で確認しても 10.0.0.101 になってるんで、DNS の向き先が変わったってことが分かったかなと思います。今の流れで見てもらったのは適当に用意したページなんで、アクセスしても何の影響もないんですけど、仮にアクセスした先がフィッシングサイトとか悪意のあるサイトだったりすると、そこでアカウント情報なんかが盗まれたりしてしまいますよと。先ほどと同じように Windows PC から test.google.com にアクセスしてみるとですね、こんなようなログイン用のページが表示されるんですけど、これって以前の動画でも説明したツールで作成したログイン画面で、今見てもらっているのが偽のログイン画面になりますね。ここでユーザー ID とパスワードを入力すると、攻撃サーバー側に入力した情報が表示されるんで、アカウント情報を盗むことができるっていう流れになりますね。DNS サーバーの書き換えとフィッシングサイトを併用するとこんな感じの攻撃もできますよっていう一例でした。実際のインターネット環境はもっと複雑な作りになっているんで、今回検証でやったような簡単な構成ではないんですけど、大まかな攻撃イメージとしてはこんなような感じになっていますね。ということで最後に個人で実施可能な対策についてになりますね。対策と言いつつ個人で何かできることってあんまりなくて、 DNS サーバーの参照先が正しいかってことを確認するぐらいになってしまうんですけど、まずは Windows PC での確認方法になりますね。コマンドプロンプトを開いてもらって ipconfig/all って打ち込むと確認することができますよと。コマンドプロンプトっていうのはパソコンの操作をこういったコマンド形式で操作することができるツールみたいなものになりますね。コマンドを実行すると現在使用しているネットワーク情報が表示されるんですけど、そこに参照している DNS サーバーのアドレスが表示されます。この部分が
ちょっとややこしいんですけど、DNS サーバーの部分に表示されている IP アドレスがデフォルトゲートウェイの IP アドレスと同じだった場合は、ルーター側の設定を参照しているってことになるので、そちら側の DNS 設定を確認する必要がありますよと。おそらくほとんどの方のご自宅の環境がインターネットの受け口として、プロバイダーからレンタルしているルーターとか、自前で購入した無線 LAN ルーターを使用していると思うので、そこの設定を参照しているってことになりますね。先ほど DNS の流れを説明した時にも見たんですけど、私の環境だと無線 LAN ルーターを使用しているので、このネットワーク設定を開くと確認することができますよと。プライマリー DNS とセカンダリー DNS っていう部分になりますね。これで DNS サーバーの IP アドレスを確認することができたので、次にこのアドレスが正しいものなのかっていうことを確認します。IP アドレスの登録情報を検索できるサイトがあるので、そちらを使用して確認します。検索欄に先ほど確認した IP アドレスを入力して紹介に書きますよと。そうすると IP アドレスに紐づいている情報がずらずらと表示されるんですけど、私の家の場合はアルテリアの回線を使用しているので、こんな感じでアルテリアネットワークスが保有している IP アドレスってことが表示されますね。このアドレスは DNS サーバーのものですよっていう明示的な情報が出るわけではないんですけど、契約している会社名が表示されれば、正しい DNS サーバーを参照しているっていう認識で問題ないと思いますね。仮にここの情報がわけのわからない会社名とか、組織名が表示されていた場合は、DNS サーバーの情報が書き換えられている可能性がありますよと。その場合は、怪しい URL とか IP アドレスを検索できるサイトがあるので、そちらを使って確認してみてください。怪しい IP アドレスだった場合は、こんな風に赤っぽい感じで表示されて、危険性のある IP アドレスってことが警告されますね。DNS サーバーのアドレスが書き換えられてしまった場合の対策としては、参照している DNS サーバーの IP アドレスを変更した方がいいので、手動で 8.8.8.8 とかの Google の DNS サーバーに変更するとか、何かしらのマルウェアに感染している可能性もあるので、Windows Defender もしくはアンチウイルスソフトでスキャンを実行するとか、ひとまずそのあたりの対策を実行した方がいいかなと思いますね。このあたりの対応はよくわからなければ、一旦 PC の電源を切ってパソコン業者に連絡するのが一番だと思いますね。保存してあるログとかの観点から見ると、電源切らない方がいいかもしれないんですけど、外向けのサーバーに通信されているっていう可能性もあったりするので、判断が難しいところになるんですけど、一旦パソコンの電源を切っちゃった方が被害は最小限に抑えられるんじゃないかなと思いますね。次がスマホとかタブレットでの確認方法になりますね。おそらく 4G とか 5G のモバイル回線を使っていると思うので、DNS サーバーはキャリアが設定した IP アドレスになっているかと思います。iPhone の場合は設定から確認できないみたいなんで、ターミナルアプリを使って確認します。Windows で見たコマンドプロンプトみたいなものになりますね。あれのスマホ版になりますよと。アプリを開いたら NSLOOKUP で名前解決を実行します。URL は google.com とか任意のもので大丈夫ですね。実行結果が返ってくると一番上に IP アドレスが表示されていると思うんですけど、これがモバイル通信で参照している DNS サーバーの IP アドレスになります。DNS サーバーの IP アドレスが分かったら、先ほどと同様に登録情報を検索できるサイトを使って検索します。登録情報が KDDI ってなってますね。私の場合は UQ モバイルを使用しているので、KDDI が登録されている IP アドレスであれば、おそらく正しい DNS サーバーを参照しているっていう理解で大丈夫かなと思いますね。以上が個人で実施可能な対策についてになります。ということで今回は DNS サーバーの概要とその攻撃方法について見てみました。動画内でも言った通り、攻撃先として狙われやすいのはキャッシュ DNS とか上位の DNS サーバーになる可能性が高いので、仮にそこが攻撃されて設定とかが書き換えられていたとしたら、個人ではちょっとどうしようもないかなという感じになりますね。もちろん運営している側としてはそういったことがないように万全のセキュリティ対策をしているはずなんで、攻撃を受けてしまう可能性っていうのは限りなく低いとは思うんですけど、セキュリティ対策をする上では覚えておいた方がいい内容になるかなと思いますね。